はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケイチです。今回はですね、こちらの夏目漱石さんのそれからをですね、紹介していきたいなと思います。今回ですね、このそれからを紹介するにあたってですね、正直な感想を言うと、このそれからっていう文学は、非常に読みづらかった。とてもですね、読みづらい。かつですね、すごい面白いかって言われると、そこまで、面白さもそんなにないかなって、楽しめるような文学じゃないかなっていうのが、正直な感想ですね。じゃあですね、分かりづらい文学、全然ね、よくわかんないよっていう文学が何に帰着してるかっていうのがですね、それがですね、この全部、この物語の、大輔っていう主人公がいるんですけども、その大輔の考えっていうか分かりづらさに起因してるんじゃないかなっていうのが、僕の、感想でしてね、この大輔っていうのがですね、簡単に紹介しちゃいますけども、30歳になって、まだ無職なわけですね、プー太郎なわけで、で、親の仕送りで生活してるプー太郎なんですけども、すごいですね、頭でっかちなんですよ。自分が理想とする考えがあってですね、で、それをなかなか曲げないわけですね。かつですね、大輔自身は、頭でっかちっていうか、自分の方が頭がいいと思ってるから、周りを、ちょっと見下したような、馬鹿にしたような感じのね、性格が持ち合わせてて、このね、大輔の分かりづらい性格ってのに、いわばですね、夏目漱石さんが、この大輔っていう分かりづらい人物をよく表すために、あえて分かりづらい文章とかをね、全部そこに入れたんじゃないかなって。だってですね、夏目漱石さんは他にもですね、いっぱい面白い文学を出してる人で、そんな夏目漱石さんが、このそれからっていう文学に関してだけでですね、こんだけ分かりづらくするっていうのは、意図的じゃないとありえないだろうっていうのがですね、僕の考えなんですね。じゃあその大輔ってのはですね、どんな人かっていうと、あまり社会に出たことがないがゆえに頭だけでっかくなっちゃって実情をねよく分かってないっていうのがですね、僕の大輔に対する見方ですね。それがねいろいろ分かるシーンとかもあるんですけども、一つですね紹介したいのがですね、大輔の働くことに対する考え方っていうのがあってですね、大輔自身は働くには誠実に働かないといけないと言ってですね、今の世の中、当時でいう世の中ですけども、今の世の中はみんな今日の飯というか明日の飯、明日のパンを食べるために、働いてると。でもそれだといかんと。やっぱり働くってことは、誠実に働かなきゃいけない。日銭を稼いだりとか、食事をするために、生きるために働くんではなくて、仕事のために働くっていう。それを理念としてですね、その理念とぶつかるのが、平岡っていう、大輔の友達ですね、同級生である親友の平岡なんですけども、平岡はですね、別に、明日のパンのために働いたっていいだろうと。そうすれば、生きるために働くってことは、みんな猛烈に働くだろうと。それでいいじゃないかって。いうのとですね、大輔はそうじゃダメだと。それをね、すごい分かりやすくですね、挙げてる具体例があって、ある織田信長に仕えた料理人がいて、その料理人がですね、腕がいいってことで、織田信長の、料理人として、招待っていうか、お城に呼ばれるわけですね。じゃあその料理人がすごい腕を振るって、すごい繊細な味というか、食でですね、芸術を生み出したわけですね。それを織田信長に食べてもらったら、織田信長は美味しくないと言ったわけですね。それからですね、じゃあその料理人は、要はもう B 級グルメとか C 級グルメ、別に自分じゃなくても誰でも同じような味が作り出せるものを、織田信長に出したら、織田信長がそれがすごい気に入って美味しい美味しいって言って、それ以来ですね、自分じゃなくてもいいような、料理人としての腕を振るう料理じゃなくて、B 級 C 級の誰でも作れるような、同じような味にできるようなものをですね、作って食べさせたっていうのが例でして、これが大輔の言う、この料理人は料理人として誠実じゃないっていうことなんですね。要は料理人あるならば、やっぱり自分のプライドを持って自分ができる限りの最高の食事を提供するっていうのが、料理人としてなきゃいけない姿だと。だけどもお金を稼ぐために明日のパンを食べるために自分じゃなくても作れるような、要は腕を落としたような仕事をするのは、それは不誠実だっていうのがですね、大輔の考え方でですね、そんなですね、理想論というか現実は見えてないんですよね。で、そんなのがね、わかるシーンがもう一個特徴的なのがあって、大輔はですね、最終的にこれ不倫の話なんですけども、大輔はさっき言った平岡の奥さん、道代さんっていう方なんですけども、この人と不倫関係というか、この人をもらい受けていくわけですね、最終的には。だけども大輔はですね、今、親の仕送りで生活している。かつですね、親からもその縁談の話が来てるんですよ。で、その縁談をことごとく断って、最終的にはその人妻に手を出してですね、もう親からも絶縁されて、平岡からも絶交されるっていう、そういう話になっていくんですけども、じゃあそんな大輔がですね、じゃあいよいよ道代さんをもらうっていう、その告白をですね、平岡にもして親にもしたっていう時になって、その後になってですね、大輔は何に
不安を感じるかっていうと、これがですね、やっぱり物資の面で不安を感じるんですね。もう親からも絶縁されたんで、親からのもう仕送りはもう途絶えたと。でも自分の仕事がないんで、自分のお金がないんで、どうにかして稼がなきゃいけないと。そこになって初めて大輔は、やっぱり物資の不安を感じて、道夫にもですね、告白するんですね。自分は物質的に豊かじゃないと。今の平岡よりも、私の方が貧乏というか、全然お金がないってことをですね、道夫を口説いた後に言うんですね。道夫が心を決めて、私は大輔さんのところに行きますって、決めた後に、大輔はその後、実は私の方は全然、物資がないんだっていう風なことを告白するんですよ。ここら辺がね、やっぱりもう大輔のね、なんかあんまり好きになれないところでね、道を口説いてる時はまだ親の仕送りがあって生活に困らないと。で、道を口説いてる時は、生活がね、少し苦しくなるかもしれない。だけども、でも私は道夫さんが好きだみたいなことを言うわけですよ。でも道夫さんを口説き終わった後で、本当に親の物資が断たれた後で、その不安に押しつぶされて、不安をですね、道夫に告白するっていうね、本当ね、情けないシーンがね、あって、問題がですね、ようやく自分の目の前に来て、それを自覚して、やっぱり働かなきゃいけないんだ。明日のパンのために働かなきゃいけないんだってことを、自覚して、道夫にも告白するし、さらにですね、職を探しに最後出かけるわけですね。だからもうここら辺がね、大輔が、頭だけでっかくなって、で、社会を見えてないっていうのが、わかる等しいんで、どうしてもですね、僕としては大輔を全然好きになれないわけですね。で、そんなですね、大輔の、頭でっかちなところがね、わかるシーンというか、もう本当に何言ってんだこいつっていう部分をですね、ちょっと抜粋して紹介するとですね、ちょっとね、文章だけを抜粋しちゃうんで、前後の内容はですね、全部省いちゃうんですけども、抜粋しますと、この矛盾の両面を相対に見たとき、大輔は急に自己の没論理に恥じざるを得なかった。けれども彼は、この没論理の根底に横たわるいろいろなファクターを自分でよく承知していた。そうして、今の自分にとってはこの没論理の状態が唯一の事実であるから仕方ないと思った。かつ、この事実と衝突する論理は、自己に無関係な命題をつなぎ合わせて出来上がった自己の本体を別視する形式に過ぎないと思った。ここの部分ね、本当に何言ってんだこいつって感じですよね。本当なんか没論理だが自己の理論と衝突するとか本体を別視するとかってこんな文がいっぱい出てくるんですよ。本当何言ってんのっていう。でしかも大体においてですね、大輔の考えとか大輔の言動においてこういうね、わけのわかんない文章がいっぱい出てくるんですよ。だからね、すごい読みづらい文学ではあるんですけども、でもそれが大輔の性格をね、すごい如実に表してる。なんかね、頭でっかちですごい考えてんだけど、考えすぎてよくわかんないんですよね。しかもですね、やっぱそれが全部頭の中でぐるぐる回ってるだけなんで、危機迫る問題が急に目の前に来て、ようやっとですね、仕事を探しに行ったりとかっていう行動に移すわけなんですよ。だからね、ずっとね、頭の中でね、もうずっと考えてるだけなんで、考えてね、行動がね、全然伴っていかないんですよ。で、それでもってですね、大輔は、本当にね、無責任なわけですよね、すごい。自分の頭の中で論理だけを展開してって、自分は悪くないみたいな感じのことをね、頭の中でだけで繰り広げるやつで、結構無責任が分かるのが、さっき言ったですね、平岡の奥さんである道夫さんっていう方に恋をするわけなんですけども、このじゃあ、道夫さんをですね、紹介した斡旋した人物も実は大輔なんですよ。先に大輔の方が道夫さんに出会ってて、で、平岡とですね、道夫さんも、面識があるようになってからですね、平岡の方から先に、道夫さんのことが好きだと言って、大輔もその当時が好きだったんだけども、でも、自分の気持ちよりも、その同級生である親友である平岡の気持ちを優先しようと思って、斡旋したわけですね。紹介したわけですよ。で、それで、平岡と道夫さんが結婚してったんですけども、平岡の授業は失敗して、また東京に戻ってくるわけですね。そこになって初めて、やっぱり自分は大輔は、道夫さんのことが好きだと。言って、最後、道夫さんを奪っていく話なんですけども、そんなことをしていながらも、大輔の頭の中では、じゃあ3年前にね、道夫さんを斡旋したことに対して、自分の選択が間違ってたかっていうと、間違ってはなかったと。やっぱりそれは自分の一つの誇りに思っていい。自分の気持ちを押し殺して、親友にね、自分の好きな人を紹介したっていうのは、誇りに思っていいと思ってる。だけども、今ですね、現実が、自分が恋をしてるっていう現実を突きつけられて、その現実に自分は頭を下げざるを得なかった。自分の気持ちに正直になるしかなかったみたいなことを言うわけですよ。だからね、どこまで行っても自分は曲げないんだけども、自分の論理が正しいみたいな考えのもとで進んでいくんですよね。だけどもやっぱり問題が目の前に迫ると、道夫さんに恋をする自分は正しいみたいになっていったりとか、あとはですね、道夫さんを口説いた後に、やっぱ物資が困るってことで、物資が困ってますよってことを道夫さんに告白したりとかって言って、職を探しに行ったりとかってしてて、
だからね、もうほんと全然ね、大輔に情が入っていかないんですよ。共感ができなくて。そんなですね、いろいろ酷評しましたけども、でもね、文学的にはすごいやっぱり、ここまでね、大輔っていう主人公を分かりやすく表現されてるのはなかなかないなって思うんで、これもやっぱり夏目漱石さんの、技量だと思うんですよ。ただ、やっぱり読者としては読みづらいし、読者としては別に面白くはない話なんですけども、ちょっとでね、興味あるよっていう方ですね、三四郎とか門とかとですね、同じ、三部作の一つになってますから、三四郎読んで、それからを読みたいなっていう人、ちょっとね、注意をしてほしいんですね。三四郎はすごい読みやすいんですよ。だけどもね、このそれからはね、すごいね、読みづらい。それが大輔を表してるんですけども、かなりね、読みづらいので、ちょっとね、注意してほしいなって思います。はい。ではですね、今回は夏目漱石さんのそれからを紹介させていただきました。結構分かりづらい文学って言ったんですけども、これも文学の一つだなって思えばですね、結構楽しめるかなと思うので、もし、読もうっていう人がいたらですね、分かりづらさを、逆に楽しんでほしいなって思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。